私を乗せて浮かび上がりました。プリミティアプレイヤーエールです。今回はマルチコプターを作ってみようと思います。歯車をうまく使って一つのモーターで4つのプロペラを回してみたいので、うまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは動力を伝達する歯車からですね。なるだけ少ない数でプロペラ同士の間隔を空けるためにかなり大きな歯車にします。歯車にはある程度の大きさに切った丈夫な補修材を使いました。これくらいの大きさなら貫通する現象が起きづらく無理なく動力が伝わりますし耐久力も高いです。よし、歯車ができたのでこちらを複製して2つにしたらこんな感じでモーター本体と軸にそれぞれくっつけました。この状態でモーターを動かしてみると、よし、2つの歯車が逆方向に回転してくれています。二重反転プロペラと同じ仕組みですね。回転数を測ってみると、上の歯車が 380rpm くらい、下の歯車が 130rpm くらいと、かなり差がありました。こちらは抵抗を調整することで、なんとかなりそうなので、他の歯車も追加していきましょう。こうやって、下の歯車とうまく噛み合うように、歯車を追加したら、その反対側にももう一つ、上の歯車にも、対角線上に2つの歯車を取り付けます。こうすることで、隣り合ったプロペラの回転方向が逆回転になるので、反作用で本体が回転しなくなるはずです。そして、歯車の噛み合わせを良くするために、歯車の上下を挟むように、ベアリングを追加しました。これなら、軸が倒れるのを防いで、安定するんじゃないでしょうか。モーターにバッテリーをつけると、よし、すべての歯車が回ってくれました。ここで回転数を測ってみると、上の歯車が 68rpm、下の歯車が 50rpm くらいでした。そこまで差はありませんね。バッテリーを3本増やしてみると、上の歯車が 90rpm、下の歯車が 80rpm くらいになりました。さらに4本増やすと、どちらの歯車も 130rpm くらいになったので、モーターの回転数を上げれば差は少なくなりそうです。ここからはそれぞれの歯車に取り付けるプロペラを作ります。まずは小さな木のかけらをこんな感じで組み合わせることで緩やかな角度がついたプロペラの軸を作ります。同じサイズの部品4つを使っているので片方の部品を外すことでどちらの回転方向にも対応可能です。こちらにプロペラの羽をつけて歯車の中心に取り付けましょう。プロペラの羽は33枚の草の板を重ねたものが全部で8枚あるので合計264枚になります。早速10本のバッテリーをつけて回してみると、大量の部品が動いているせいか、動作が重くなっています。この状態で回転数を測ってみると、どちらのプロペラも 100rpm くらいでした。若干上にあるプロペラの方が回転数が高いですが、よしとしましょう。このまま地面との固定を解除してみると、よし、ゆっくり浮かび上がってくれました。回転することもなく、安定して上昇してますね。これなら私が乗っても、
浮かんでくれるんじゃないでしょうか。木の板で作った操縦席を追加したら、手元で電源をオンオフできるように、スイッチを取り付けましょう。そのスイッチに配線をつなげて、10本のバッテリーとつながるようにしました。最後に、掴んで安定させるための操縦桿をつければ、マルチコプターの完成です。操縦席に乗り込んで、スイッチを入れてみると、私を乗せて浮かび上がりました。浮力がギリギリなのか、上昇は緩やかです。歯車のせいで、かなりパワーがロスしているはずですが、なんとかなったみたいです。でも振動が激しく、そのせいでスイッチが切れましたが、下降中はかなり安定しています。そして、再びスイッチを入れることで、飛び立つことができました。実用的ですね。そのまま上昇していった後、バッテリーが切れると、なるほど。4つのプロペラのおかげで、ゆっくり下降することができています。ヘリコプターが、エンジンを止めてゆっくり下降する、オートローテーションと同じ仕組みですね。この遅い速度のおかげで、壊れずに着水できました。次はカメラを固定して、旋回性能を見てみましょう。操縦席が中心にあって、そこまでサイズも大きくないので、私が方向転換するのに合わせて、簡単に旋回してくれました。パワーはいまいちですが、旋回性能の方は問題ありませんね。今度は私の指定にして、プロペラの回転数と機体の速度を測ってみましょう。回転数は、どちらのプロペラも 110rpm くらいでした。そして速度の方は、最高秒速 3.8 メートルほどと、かなり遅いです。歯車でパワーロスしている以上、仕方ないですね。それでは最後は、バッテリーの数を10本増やして、合計20本にした状態で、遠くまで行ってみましょう。スイッチを入れて、飛んでいると、回転数が速いせいか、モーターが暴れて、歯車が壊れてしまいました。パワーが強すぎると、ダメなんですね。だったらバッテリーを5本減らして、15本にしてみましょう。でも、同じように飛んでいると、ここで壊れてしまいました。まだダメみたいです。さらに3本外して、12本にすると、さっきよりは壊れにくいですが、しばらく飛んだ後、壊れてしまいました。10本がちょうどいいみたいですね。しかし、10本に戻して、もう一度飛んでみても、しばらく飛んだ後、壊れてしまいました。長距離進むのは難しいみたいですね。それでも、もう一度やり直して、隣の島の上まで飛ぶことができました。でもここで、歯車が壊れて、回転しなくなってしまいます。歯車が引っかかっていない、後ろのプロペラだけが、逆回転してますね。そのまま着陸できるように、加工していると、おっと、さらに壊れてきました。たくさんのプロペラが壊れたので、処理落ちしてしまっています。そしてプロペラが粉々になった後、地面に着地することができました。それでは、緊張感のある空の旅で、お腹も空いてきたので、スライムを捕まえてきて、燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも食べ頃になったので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた、マルチコプターさんにも、お裾分けしてあげます。はい、どうぞ。こ
今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちして